こんにちは、加藤です。今日はデッサン実技動画、題材はこれ。誰もが一度は書いたことあるんじゃないでしょうか。ワイン瓶とレモンを組み合わせて、卓上にセットした生物モチーフとして書き進めていきたいと思います。1回あたりだいたい20分程度、何回かに分けて進めていく、その過程が見れればいいかなと思います。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。今日は瓶とレモン、テーブルの上に用意してみました。画面のサイズは B3 画用紙、これを使って書いていこうと思います。作者がどんなことを考えて、どの辺見て何をしようとしているのかっていうあたりに注目してこの動画見てもらえればいいかと思います。右上から光を当てて左下に影ができるように、角度は45度よりもちょっと低いかな。モチーフに対して光の当たる角度が上よりも横からの方がちょっと強いかなと思います。このね、ワイン瓶なんですけれども、今回は深い黄色、暗い黄色というか、緑色というよりもちょっと茶色みがかった黄色の瓶、赤ワインの瓶なんですけれども、結構暗めに見えているかと思うんですが、実際私の位置からだと瓶のもう液体入って飲んじゃったので、上のあたりは結構明るく感じられます。授業の中で初心者の方に説明している、瓶と何かっていう2つのモチーフ描く際の書き手順とはちょっと違うかと思いますので、こういう作例もあるんだなというふうに捉えておいてください。今画用紙のどのあたりにどのくらいの大きさでモチーフを入れようか、構図を眺めながら考えてます。モチーフの感じが捉えられるような、そんなデッサンになればいいなと思ってます。さて、じゃあ行ってみましょうか。何度も言いますけれども、あくまでも作例、一例として、こんな書き方をする人もいるんだっていうくらいに捉えておいてください。瓶の底の位置、レモンの位置と影も含めて、瓶がどの辺りにあって床にどんな風に影が落ちていて、とりあえず見えるようにしたいですね。大まかな位置が画面の中でどんな位置関係になっているのか見えるようにしたい。そのために大事なのが瓶の底の位置、大事ですね。レモンの位置はちょっと右上、瓶の底に対してちょっと後ろに置いてあるので、この辺りに。そして瓶はフランスワインの瓶のような感じの肩のカーブが結構綺麗に丸いというか、あんまり撫で型じゃなくて肩の張ってる感じですね。はい、こんな感じ。瓶の口はコルクが刺さっているので、通常の口の高さよりもちょっと背が高く見えるかな。こんな感じ。瓶があってレモンがあって、で若干この辺丸テーブルのラインで描く際に、これちょうど布の折りじわというか畳じわみたいなのがあるんですが、それもちょっと入れてみると形を比較するのが比較しやすくなるので、こんな感じかな。入れてみました。ちょっとだけ入れてみました。底の部分何度も確かめながら、紙に対して余白を見ながら瓶の配置、レモンと影と瓶と影と、瓶も結構暗めの、白ワインの瓶って比較的明るい瓶の色してると思うんですけど、赤ワインの瓶は比較的暗い色をしているので、暗い調子ちょっとつけてみます。
こを基準に、そこに対して下のラベルの終わるところ、エッジがこの辺かな。でラベルの白いところ、白く見える文字の書いてあるところが縦横の比率でいうとこんなくらいかな。このくらい見えてるかな。でその上になんかちょっと赤い色の小豆色の、ラベルの色が途中で変わってるんですけども、厚さがこのくらいかな。このくらいかな。でその上が透けている瓶そのものの色、トーン、暗い黄色というか、これ何色って言うんでしょう。やっぱグリーンっぽい、茶色というよりもグリーンっぽい感じに見えるんですけど、そして肩につながると、肩につながる。瓶の肩は比較的張りがある、張っている、こんな感じ。そして首にも、プラスチックのラベル、青い、濃い青い紺色のラベルが巻きつけてある、こんな感じでしょうか。で紺色のラベルの横と高さがこんな感じで、口の部分がちょっとだけ幅が広く見えている。その上にコルクが刺さっている、こんな感じかな。はい、ざっと書いてみました。でレモンがちょっと取り残されてましたね。レモンの位置は肩からお尻の位置がこの辺、こんな感じで、右上からの光で左下がちょっと暗く見えている。書き始めちょっとレモンの位置近かったですね。もうちょっと遠いかな、この辺かな、この辺にもうちょっと遠い位置、距離を少し離してあげます。でこれ何度も言ってますけれども、形を移動するときはその前に書いた形、書き損じたと思った形をそのまま残しながら上書きをしていきます。今回の例で言うとこの辺形、線が残ってますけれども、なるべく見ないようにして上書きをして後から消していきます。で今これ使ってるの 4B1 本でここまで進めてきてるんですけれども、比較的筆圧柔らかめにふわふわっと使いながら、あまり筆圧を強くすると後でいらない調子を消そうとした時に消すのが大変になるので、柔らかめに使っています。はい、大体の位置こんなもんでいいかな。はい、大体の位置決まりました。これが今回の B3 画用紙に瓶とレモンを配置した構図になります。だけどもうちょっと影しっかり入れておきましょう。右上からの光で左下に影が伸びていく、その影の暗さもうちょっとしっかり入れておきましょう。私は右利きなので右上から左下へかけてのタッチが多用されるというか多くなりますけれども、左利きの人は左上から右下へ向けてのタッチが増えるんじゃないでしょうか。こんなとこかな。はい、ここまで来たら一旦形を取り直してみます。瓶のボディどうでしょう。ちょっと太いかな。もう少しシャープにスリムにした方が良さそうですね。肩がちょっと張りが強すぎる。あと首の長さとボディの長さ比較するとちょっとだけ首が長くでかく感じるかな。もう少し首も小さくしたいですね。印象の狂い違いっていうのは、ある程度書き進めた途中で、ここら辺くらいまで書き進めた後で、後ろに下がってみるとか、ちょっと客観的に見る、そういった間を取ってあげるといいと思います。はい、じゃあこんな感じでいきましょうね。ちょっとガーゼで撫でます。鉛筆を紙にのせただけだとどうしてもバサついてというか、粉が跳ねるというか弾くというか、それをちょっと落ち着かせる目的で軽く撫でています。はい、でここまで 4B で来たんですが、ちょっと下げます。 3B にしてみます。
形をねシャープに捉えたいので、もさもさした鉛筆じゃなくて、もう少しエッジの効いた、鋭い線を引きたいという目的で、先端の尖った 3B に持ち替えました。もう一回、何度もですけれども、底の位置確かめます。瓶の底と同時に、そこの、楕円、カーブしているこの楕円もしっかりと形を見直していきます。いい楕円の形になるように。で、瓶の形状をよく見ると、直線から最後この終わりかけに少し内側にテーパーしてるんですね。直線が最後までいってるわけじゃなくて、少しだけ内側に入り込んでそこにぶつかる。ここちょっと特徴的な、ワイン瓶の特徴だと思うので、少しだけ内側に入れました。そしてラベルの下端、この辺かな。あんまり下げすぎない。ちょっと上げてみます。この時にラベルのこの見えないですけど、ラベルがもしこれつながっていたら、一周した場合にどんな風につながってくれるかなって、裏側も想定して書いた後で、このカーブ、この形整えてあげるといいと思います。そうするとこの終わる際の部分の形がね美しく描けますから。はい、とりあえずこんな感じ。そして左右は少し絞ります。幅をすぼめてあげます。こんな感じでしょうか。ミリ単位ですね。1ミリすぼめてみました。左右の幅をちょっとすぼめてみました。で、この時に直線がちゃんと直線になってるかどうか判別できないっていう方は、こうやって斜めにしてみて、形がへこんでるところがないか、飛び出てるところがないかを確かめてあげるといいと思います。はい、とりあえずこんな感じで、ここまで来たらいらないところをちょっと消してあげます。はい、右サイドもいらないところをちょっと消して整えてあげます。こんな感じかな。ラベルにもう一回戻りますと、横の幅がこの辺までで、この左側はガラスの瓶が見えている。で、上はラベルの上はこの辺にしましょう。影の中ちょっとガーゼ押さえます。
これで紙のラベルのグラデーション、光が当たってるところから暗くなるところにかけての淡いトーン、このくらいの調子。白い紙のグラデーションの部分、大体作りました。こんな感じ。はい、ひっくり返してみてみます。形の狂いどうでしょう。そこに対して上ちょっと傾いてますね。形の歪みが見て取れるので、ちょっと左側に修正します。そして右サイドはちょっと削った方がいいのかな。ちょっと削りましょう。さあ、ここでもう一回中心確かめます。左右の中心、ここからまっすぐ上に登ってくれたところにピンの口の中心が来ればいいんですけど、若干左に傾いてるかな。形修正しましょう。左若干削って、右少し足して、でほぼまっすぐで、ここでカーブすると。上が細くなってるのかな。ちょっとだけ細くなってるのかな。こんな感じで、横幅はあんまり太くなりすぎずに、段差はあるけれどもそこまで太くならない。この程度、この程度、この程度。左右1ミリ弱ですね、飛び出る分はね。そして口の手前がこの辺、ほとんどここ真っ黒に見えてますね。コルクは少し明るめのトーンだけど、紙の明るさに比べるとそこまで明るくないので、ちょうどバックに見えている壁の白い壁のトーンに対してどの程度暗く見えているのかをシルエットで明るさを比較しながら、コルクの暗さというか明るさを確かめていきます。
このくらいのトーンかな。はい、このくらいにしておきましょう。そして首の部分、もうちょっと思い切って暗くしていきます。どうしても小手先で、手首で描こうとすると湾曲しやすいので、そこは気をつけながら、湾曲する自分の癖が出ないように、タッチに癖が出ないように気をつけながら調子を乗っけていきます。さて、いかがだったでしょうか。ウニアトリエの動画をこれまでずっとご覧になってきている方は、うすうすお気づきだとは思うんですが、そうです。私実はこのワイン瓶とレモンというものは描いたことがありません。卓上の生物、それも1個とか2個とかのオーソドックスな生物デッサンというのはほとんどやったことないんですね。はい。というわけで、私自身もどんな感じの絵になるのか、手順で進めていくのか、試行錯誤しながらの動画になっていますので、初めて描かれるという方の参考にはなるかどうかわかんないですけれども、こんな作例というか、描く人がいるんだなというのを、見てみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。